皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画では住宅ローン破綻者が急増中ということで情報をシェアしていこうと思います。この件については以前の動画でも取り上げたことがありますが、日々激動している世界情勢の中で情報をアップデートする必要を感じて動画を作成することにしました。住宅ローンが破綻する原因というのは限られていますが、最近の特徴としてはただ真面目に働いていただけでは変化に対応できないというところにあります。そうなんです。もはや真面目に働いていれば安泰という時代ではなくなったという認識が必要になります。今回は住宅ローンということで取り上げましたが、これは賃貸住宅に住んでいる方も人事ではありません。決められた支払いをしている方全員に関係することですので、置き換えて考えることが必要だと思います。この動画では1、流行り病蔓延後世の中はどうなっているか、2、住宅ローン破綻者のパターン、3、生き延びるための心構えとはという流れで話を進めていきたいと思います。皆さんはいつも世の中で起きている情報というのはどのような形で手に入れているのでしょうか。このチャンネルを支えてくれている古参の視聴者の皆様は言わずもがな様々な情報源をお持ちだと思いますが、今回初めてこちらのチャンネルにアクセスした方はどうでしょうか。世界情勢というのは特にここ数日を見ても数時間ごとに目まぐるしく動いており、通常では考えられないようなことが起き始めています。この動画を作成している段階でもロシア国内で何かが起きていますし、それらによって今回取り上げる皆さんの住宅ローンの支払いにも影響が出るというのですから驚きです。こういった事実を認識して対策していかないと手遅れになるというすごい時代になっています。これらは危機管理能力というものが大事になると思いますが、目の前の物価高だけに気を取られるのではなく、その根本原因の理解も進めて先手を打てるようにしてほしいと思います。動画の最後の方では我が家の電気料金の節約効果をその取り組みとともにご紹介しますので、ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。そしてこの動画に共感できましたら拡散の協力をお願いします。さて、今回のテーマは今年に入ってからさらに住宅ローン支払い中の方が大変な試練に見舞われているわけですが、今後の動向に対してどんな対策をしていかなければならないのかということについて情報をシェアしていきたいと思います。変にネガティブになる必要はないと思いますが、舐めてかかると取り返しがつかなくなることになると思います。私も過去にマンションを購入したことがあり、最終的に売却したのですが、その際にも苦労したことがありましたので、それらの経験も踏まえたお話ができればと思います。まず最近の動向から見ていきたいと思いますが、流行り病蔓延を境に世界は一気に不安定へと変わってしまいました。何がって、あらゆるものがです。前回動画でも取り上げましたが、イギリスにおいては電気料金が6倍、7倍になり生活破綻者が続出し、ホームレスが急増していますし、アメリカにおいてはそういったことに加えてよろしくない薬の打ちすぎによる不老者が路上で糞尿をしている光景が珍しくないという、まるで映画の世界のようになっています。特にイギリスのインフレ率の変化は日本とほぼ同じ曲線を描いており、日本の将来を今確認できていると判断して対策を考えた方がいいと思います。ファイナンシャルプランナーのホームページを見ますと、今年に入って追加情報という形でページが更新されているのを見かけますが、業務上生活困窮者からの相談を多数受けている関係から危機感を募らせているということが伺えます。情報では住宅ローン関係の相談、条件変更が例年の60倍にもなっているということで、あまり表には出てきませんが深刻な状況が進んでいることは間違いなさそうです。これらのことは低所得者に限ったことではありません。高所得者であっても所得に見合った高額ローンを利用しているわけで、それが想定外の出来事により支払いが困難になってしまったというケースも普通にあるわけです。住宅ローンというと銀行の住宅ローンの他にも住宅金融支援機構を利用していると思いますが、そちらのホームページには任意売却を勧告する記載が出ており、こういったことは異例かもしれません。流行り病蔓延以前にこのような記載があったかどうかの裏付けは取れないのですが、競売をかけられる前に有利な条件で処理ができるという内容で勧告しており、これらの背景には統計上には出てこない住宅ローンの支払いに問題が出ている人が多くいるのではないかと思います。なかなか普通に暮らしていてはこれらの変化には気づきにくいものです。だからこそ情報収集が大切ということになるわけです。ただ
住宅ローン破綻になってしまったパターンは統計上出ていますので参考までに紹介しておきます。住宅ローン破綻になるパターンとは、1、収入が減ってしまった。2、失業してしまった。3、離婚してしまったというパターンが多いのだそうです。順番にさらっと説明しておくと、収入が減ったことによる住宅ローン破綻では、ある程度の知名度のある会社に勤めていた方が子供が増え、現在住んでいる賃貸マンションでは手狭になったためマンションを購入するというよくあるパターンです。購入に踏み切るパターンに多いのが、例えば家賃12万円払っている現状があって、住宅ローンを組むと月々7万円ほどで素敵な広い自宅が手に入るというわけです。住宅会社の営業マンもその経験から、そのくらいの年収があるならもっと借りられますから、一つ上のグレードの物件はいかがですかという感じで話は進み、モデルルームを見て奥さんがすっかり乗り気になって購入。ところが、流行り病蔓延とともに在宅勤務となり、残業代がカット、業績不振によりボーナスの大幅カットという状況になりあえなく破産というケースです。次に、失業して住宅ローン破綻というのもよくあるパターンで、中古物件を購入していた自営業者にもこのパターンがあるといいます。自営業者というのは、景気や場合によっては天候にも大きな影響を受ける仕事があります。例えば、リフォーム業を行っていたが、流行り病の影響で建築資材が入荷しないということで仕事が完了できない、つまり集金ができないという状況になるということも起こるわけです。こうしてキャッシュフローが崩れることで住宅ローンの支払いが困難となり、物件を売ろうにもすぐには売れず、仮に売れたとしても残債が残るパターンで破産ということになるケース。最後に、離婚したことによる住宅ローン破綻というパターンです。これも意外なことによくあるケースだといいます。離婚の原因はさておき、夫が家を出ていくことになり、住宅ローンは夫が責任を持って払うという条件で公正証書も作成し離婚が成立したものの、夫の方も再婚をしたことで住宅ローンの支払いができないという状況になるというわけです。公正証書を作成しても、結局は支払い側に払える財力がなければただの紙切れというのが現実です。その住宅ローンの契約内容によっては、元夫にも債務がのしかかるので、2人とも破産していくということも起きているというわけです。こういった実際あるケースを改めて聞くと、35年ローンっていうのは本当に怖さもありますよね。来年がどうなるかわからない時代になってきているのに、35年先にどうなっているかなど誰もわかりませんからね。今現在でも周囲では建築中の一戸建てを見ることは多いのですが、人事ながら心配になりますが、これもきっと大きなお世話で、とんでもない資産家で現金で購入しているかもしれません。もしフルローンで購入しているとしたらすごい勇気だと思います。世間ではフラット35という住宅ローンの商品があり物議を醸し出していますが、より低金利で購入できる変動金利を選択している人がほとんどということから、今後政策金利が上がった時にとんでもないことになるというのはよく言われていることです。それは確かにそうなのですが、変に心配する必要はないです。というのは、住宅ローンの変動金利には5年ルールと 125% ルールというものがあります。これは急激な金利の変動が起きた時でも5年間は返済金額はそのままということであり、 125% ルールというのは現在支払っている金額の 1.25 倍以内の支払いに抑えることができるというものです。ただこれは支払いの先延ばしをしているに過ぎないので決して状況は良くないのですが、瞬間助かるというものです。しかし 125% ルールというのも注意が必要で、現在支払っている金額が 1.25 倍になっても家計は大丈夫かどうかのチェックは必要です。これがそのまま対策にもなるのですが、電気料金をはじめとしたあらゆるものの値上げが今後も続きます。食費や日用品コスト、場合によっては働き方改革によって残業代はもっと減るかもしれません。そうなると、この物価高の傾向はいつまで続くのか、そもそもなぜ物価高になっているのか、政府の政策はここ数年どのような傾向にあるのか、海外においてはどのような状況になっているのかなどの情報を集めておかないと、必要な対策が後手に回ることになります。このチャンネルではたびたび言っていますが、現在の世界状況は我が家の節約術という感じの緩いことを言っている場合ではありません。あらゆる可能性に対して緊張度の高い対策をしておかないと大変な目に遭うのは自分ですし、家族です。冒頭でも紹介しましたが、イギリスでは電気料金が6倍になっているのです。当然食料品だって値上げしています。今後の日本では子どもの学習塾費用も上がっていくことでしょう。
そうしたあらゆるオプションを考えて、なおかつ住宅ローンが 1.25 倍になっても払っていけるのかどうかを判断していかないといけません。冒頭で私のことも話しましたが、マンションが売れるまでに1年もかかりました。その間にも住宅ローンの支払いがあったわけですが、その時はそれなりの収入があったので持ちこたえることができました。しかし現在のような状況では買う方も考えてしまうでしょうし、安定した収入というのもわからないし、物価高で出費は増えていく一方という状況では困難を極めると思います。やはり今まで何度か不況を乗り越えてこれたのだからこれからも大丈夫、なんとかなるさという楽観的な発想だけでは危険だと思います。ぜひ該当者は早めに銀行や専門家に相談することをお勧めします。そこでは相談相手の選択も大事になります。専門家もいろいろあるでしょうし、テレビ、新聞を情報源としているような情報リテラシーの低い人に相談したらかなり危険です。私の知り合いの弁護士に教えてもらった勉強になる考え方をシェアしておきます。世の中の問題の多くは相談する人を間違うことで増えているということです。ぜひ参考にしてみてください。ちなみに私は専門家ではありませんので相談しても無理です。最後に私の家の電気料金、ガス料金節約効果の情報をシェアしておきます。令和4年5月と令和5年5月の比較です。何が変わったかというと、令和4年では電気、ガスともに東京電力エナジーパートナーでした。令和5年は電気が同じく東京電力エナジーパートナーで、ガスは東京ガスに変更しています。結果としては、令和4年5月の電気、ガス料金は 13,188 円。令和5年5月の電気、ガス料金は 8,710 円ということで約 34% 削減に成功しました。この時に何をしたかというと、ガスは月並みですが家族3人入浴時間を集中させるということを心がけ、湯船の蓋に厚手の断熱材を使用しました。浴室のガラス部分にも断熱材をはめ込んで熱が逃げないように工夫しています。またお湯が冷めないようにアルミシートをお湯に直接かぶせるということをしました。電気についてはこの前の動画でも紹介しましたが、ソーラーパネルとポータブル電源をフル活用し、充電式 LED ランタンと充電式電池を使用した人間センサーライトを階段やトイレ、脱衣所、玄関などに配置し、徹底して電気は自然エネルギーを使うようにしました。使用アイテムは概要欄にリンクを貼っておきますので参考にしてください。これらの取り組みには最初にまとまった金額が出てしまいますが、間違いなく元は取れると思いますし、防災対策にもなります。令和4年から5年にかけての電気、ガス料金の値上げがあったにもかかわらずこの効果ですから満足しています。結果が出ると次への取り組みの意欲も湧きますよね。まだまだ他にもアイデアがあるので実験しながら支出削減を行っていくつもりですし、収入を増やすことを真剣に取り組んでいきます。ぜひ参考にしてみてください。いかがだったでしょうか。今回は住宅ローンについて取り上げてみましたが、ローンを払っている方共通の問題でもあると思います。その対策はローンの種類によって違いますが、共通しているのは今後どれだけのマイナス要因がのしかかってくるかということを想像力をフル稼働しなければならないということです。危険予知というのは決してマイナス発想ではありません。よく勘違いされますが、冷静に情報を収集して何が起きているのか、今後起こりうる最悪のケースは何なのかということで物事を考えることはネガティブな発想ではないと思います。対策というのはその結果が出るまでに最低でも3ヶ月かかりますし、場合によっては年単位で積み重ねていかなければならないこともあると思いますが、今すぐ行動しなければどんどん窮地に追い込まれてしまうと思いますので、ぜひ危険予知能力を高めて行動に移してほしいと思います。共にこの試練を乗り越えていきましょう。長い時間お付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、よろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。